ゲームクリアおめでとうございます。ギャラクシーエンジェル2英語回帰の時、皆さんいかがでしたか？ルーンエンジェル隊一同、そしてルクシオールのクルーや各惑星の人たち、みんな頑張ったので、その思いが伝われば幸いです。ではでは、カズヤ白波でした。私のバランスディテクションとアニスさんの第6巻の違いを説明します。ちょっとアニスさん。じゃありません。私の能力とアニスさんの能力を説明するんです。ああ、そうだっけ。けどよ、そもそも全然違うじゃんか、俺とリコの能力。でもどちらも勘みたいな印象があるからピンとこない人も多いと思いますよ。ああ、そう。アニスさん？んだよ。もう少しやる気を出した方がいいと思うんですけど。へいへい、よっこらしゅっと。まったく、そんなにプリプリしてっとシワが増えんぞ。そんな年じゃありません。ああ、わかったわかった。ほれ、早く始めろって。はい、ではまず私から。そんな顔じゃ怖えって。あ、やだ。では改めまして、私の能力の説明から。一応前にノアさんから説明がありましたけど、改めて簡単に。バランスディテクションは物事の均衡を見抜きます。それが視覚的に判断できないものであってもです。アニスさん。え？卵。あ、そっか。そこでこの卵だ。で、いいんだっけ？ OK です。合ってます。続けてください。なんだっけな。その卵の説明です。お、そうだ思い出したぜ。もうまあこの2個の卵はだな、片っぽはもう片っぽをコピーして作ったプラスチック製の偽物さ。見た目はそっくりだが偽物の方が全然軽い。んでリコがこれを見ると、はい、なんと私はこの違いを感じ取ってしまうんです。つまりバランスの差を認識できるんですね。でも残念なことにこれは無意識下でのことですから、どちらが重いかって聞かれてもはっきりお答えすることはできません。ちと惜しい能力ってとこだよな。そうですね、確かに感じているらしいんですけど。だからこうやって2個いっぺんに投げると、ほい、ナイスキャッチ。もう危ないじゃないですか。こんなことするなんて打ち合わせていません。間違えて偽物を選んでたらどうするんです。でもそんなことはねえんだろ。まあそうなんですけど。んじゃ次は俺の第6巻の説明な。なーに、飲んで2のおろしってやつだ。読んで字のごとしです。あ、そっかとにかくなんだ、俺のはこの目、この耳、この鼻、この舌、この肌、こいつらをフル回転してるってだけの話さ。あとは経験ってやつだな。鍛えに鍛え上げた視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の情報を統合。それらを過去の記憶と照らし合わせて瞬時に答えを導く、まさに第6巻ですね。そう、そんなわけだから、おりこ、俺にも卵を同時に投げてみろよ。ほら早く。わかりました。見切った。どうだ、俺がこんな情報だけじゃ点でわかんねえってことさ。食べ物を粗末にしちゃダメです。すみません。
どうもはーい。ではでは、私の魔法力とテキーラさんの魔法力が一体どんな風に違うのか。ストップストップ。もうどうかしました？あんたが説明してたらいつ終わるともしれないわ。私に任せて。あら、すみません。ではお願いします。私たちの魔法力の違いを説明すればいいのよね。そうね。例えて言うと、タンクの大きさとパイプの太さの違い？そんなところかしら。素晴らしい例えです。さすがテキーラさんでしょ。褒めたってなんも出ないけど。まあそんなわけで、私たち魔法使いが魔法を行使するときは精霊の力の源になるマナを集めるんだけど、このマナを蓄えるタンクの大きさ、そしてマナを集めるための精霊カイトのパイプの太さ、これによって魔法力の性質が変わってくるのよ。で、私の場合だけど、タンクは小さいけどパイプは太いの。だからすぐに魔法を行使できる。示談装填もお手の物。そして私はその逆で、タンクは大きいんですけどパイプが細いんですの。ですから魔法を行使するまで時間がかかるんです。でも私にはとてもじゃないけど扱えない強力な魔法を行使できるじゃない。まあと言っても究極魔法までは無理でしょ。あらあら、よっ、真打ち登場。お疲れ様。さあこちらへ。どうぞ真ん中へ。ありがとう。それじゃあ失礼して。まあ3人揃ってしまいました。ところで、なんで私たち分裂してんの？どうでもいいんじゃないかしら、そんなこと。今はあなたたちの魔法力の違いを説明してるんでしょ。まあそうなんだけど。ではそんなわけで、マナを集めるのが遅いけれど貯められる量が多いのがカルーア。マナを集めるのが早いけれど貯められる量が少ないのがテキーラ。この違いは理解できたんじゃないかしら。はい、おそらく。それじゃあここで精霊について少し説明をしましょう。魔法使いは精霊とその場限りの盟約を結び、マナを与える代償として力を借りるのだけど、このその場限りというのがポイント。つまり精霊との盟約期間はとても刹那的なものなの。もちろん魔法の種類にもよるのだけれど、強力なものほど短い傾向にあるわ。ここでさっきの究極魔法の話ってわけね。ですわね。そう、究極魔法の盟約期間はとても短い。しかもたくさんのマナが必要。マナを集めるのに時間のかかるカルーアにも、マナをたくさん集められないテキーラにも無理。でもベリータさんなら。その通り。カルーアとテキーラの長所を併せ持つ。マナを集めるのが早く貯められる量が多いこの私にはそれが可能。先生、ここはぜひとも実演オーバー。はい、お願いいたします。いいわよ。なら呪文詠唱までね。そのスピードとパワー、とくとご覧あれ。待ってました。頑張ってくださいね。広き大地よ、荘厳なる杭を突き立てろ。高き天空よ、厳粛なる対を振り下ろせ。疾風湧き踊りて乱れ吹け。左陣竹狂いてうなりまえ。おののけ万象震えよ時空。究極魔法最大雷撃。おお、早い。マナもとってもたくさん集まってます。
エルトラブランデいけない。つい。なんじゃ。わらわはまたそちと組かえ。まあまあ、そうおっしゃらずに。迷いはして家族のことを話すのか。はい、そのような感じで。と言うてもな、何をどう語ればよいものやら。では家族構成などから話されてみては。家族構成じゃと。ええ。父様、母様、わらは妹の4人じゃ。じじ様、ばば様は全員行ってしもうておる。なるほど。ご家族のお名前は。父様の名はからたち、母様はあけび、妹は知っての通りゆずじゃ。母君は先代のご皇女様であられたのでしょうか。父君はやはり婿養子で。ああ、そう聞いておる。お二人の馴れ初めなどを。知るかそのようなことを。長女であるわらわは生まれた時から次代皇女第一継承者だったのじゃぞ。それなりのたしなみを身につけねばならぬゆえ、早くから親元を離れ厳しくしつけられてきた。父様と母様の馴れ初めなぞ知る由もないわ。さようでありましたか。これは失礼。もうわらわの方は十分であろう。今度はそちの家族のことを話せ。は、それでは。母にかけたシャレのつもりか。は？なんでもない。続けよ。おほう。では私の家族構成ですが、父はシャーベット家第8代当主のクルオ・シャーベット。母はご存知の通り赤岩の民の猛者アイラ・カラメルとなります。姉妹兄弟などはおりません。何故父親と母親のラストネームが異なるのじゃ。おお、姫にはまだお話ししておりませんでしたな。実は私の父と母は結婚しておりません。さらに私は父クルオと母アイラの実の娘ですが、シャーベット家には養子として迎えられております。さらに私の名前であるところのリリー・シー・シャーベットは自称であり、本名はリリー・シャーベットとなります。いや、なんでもない。ちと芸能記事の読みすぎかの。おほう。それよりもじゃ、何故そのようなわけのわからないことになっておるのじゃ。何、単純な話です。セルダール王宮に謀反を企てた赤岩の民の子孫である母、そして小さいとはいえ8代続く騎士の家の父。結婚など許されるはずがなかったということです。じゃがそちは生まれここにおる。はい。一体どのような経緯があったのじゃ。気になるぞ。はよ申せ。いえ、これ以上は。現在セルダールでは陛下のご尽力により赤岩の民処遇改善の動きが活発化しております。やがて我が父の若気の至りも話せる時が訪れましょう。それまでしばしお待ちを。お前それはないじゃろう。カーよりいざよい少尉。こちらいざよいじゃ。少尉、ゆず工場より緊急メッセージが届きました。緊急とな。どうかしたのか。参考尺が密会を行っていたとおぼしき宇宙船が見つかったそうです。参考尺？ジュニエブル、ベネディクタイン、カルバデュスのことか。はい。なんじゃくだらん。緊急というからもっととんでもないことだと思うたわ。十分とんでもないことだと思いますが、どこがじゃ。その宇宙船の中から
参考尺が見つかったのだそうです。しかも遺体ではなく、例のナノポリマーによって固められた状態とのこと。バイタルも確認されているそうです。やっちまったにょ。なのだなのだ、それにお答えしちゃうのだ。ちょっと怖くて寂しくてちょっといい話なのだ。耳の穴かっぽじってよーく聞くのだ。あれは4年くらい前のことなのだ。タクトとムーンエンジェル隊がピコの月フェムトにやってきて、ずーっと寝てたナノナのをママが起こしてくれたのだ。その後ピコでたくさんの検査をしたのだ。ピコの人たちはナノナノを調べるたびにすごいすごいって言ってたのだ。中でもジュレサムソーっていう博士はナノナノがお気に入りだったみたいなのだ。毎日毎日ずっとナノナノを検査してたのだ。だからナノナノもずーっとそれに付き合わされたのだ。何を隠そう、ナノナノの検査嫌いはこれが原因なのだ。検査嫌いだったっけなのだ。絶対領域の扉からやり直してこいなのだ。と達成したのだ。それでその頃ナノナノはまだ喋れなかったのだ。でもママやジュレたちの話を聞いてどんどん言葉を覚えて、もうちょっとで喋れる一歩手前だったのだ。そんな時検査が嫌になっちゃったナノナノは部屋をこっそり抜け出したのだ。秘密のお散歩に出かけたのだ。ピコのナノマシン研究所はとっても広かったのだ。いろんな場所があってすごく楽しかったのだ。あちこち見てるうちになんか怪しい雰囲気の部屋を見つけたのだ。ナノナノちょっと怖かったけど入ってみたのだ。中にはでっかいプールがあったのだ。ナノナノ近寄ってみたのだ。覗き込んだら割と深かったのだ。そこの方になんかたくさんの影が見えたけど、水面が揺れててよくわからなかったのだ。だからナノナノ顔を水の中に入れてみたのだ。そこの方を見ようとしたのだ。そしたらその途端体中の力が抜けてプールに落ちちゃったのだ。指一本動かせなかったのだ。その水にはナノマシンの活動を止めちゃう特別な電気が流れてたのだ。ナノナノどんどん沈んじゃったのだ。そこの方に近づくと水面から見えてたたくさんの影がなんだか分かったのだ。ナノマシン生命体の失敗作だったのだ。ジュレたちは昔のナノマシン技術を復活させようとしてたのだ。でもうまくいかなかったのだ。人の形にはできても人の心は生まれなかったのだ。暴走しちゃったら大変だからそのプールに入れてたのだ。ナノナノはそんな中に落ちちゃったのだ。ぼーっとしてきてだんだん目の前が暗くなってきてとうとう気絶しちゃったのだ。それから何時間も経った後、なのだ見つかるのがもう少し遅れたらメモリが飛ぶところだったんだぞ。よかったなのだ。
だナノ、お前スピーチルーチンが形成されたのか。なのだ大変だ急いでバニラさんに報告しないと。というわけなのだ。プールの中で意識を失ってる間に喋れるようになってたのだ。ジュレがプールに飛び込んでたくさんのナノマシン生命体の中からナノを見つけて、水面に飛び出した時に最初に叫んだ言葉、つまりナノが喋れるようになって最初に聞いた言葉がナノだったのだ。インプリンティングってわけじゃないけど、それが原因でなんとなくナノだ言葉になっちゃったのだ。だから普通に喋ることだってもちろんできるんだよ。どう？面白い？ちょっと新鮮でしょ？気持ち悪い？失礼、この上ないのだ。ピルです。皆さんにゲートキーパーのことやアブソリュートのことを説明したいと思います。何から聞きたい？ゲートキーパー、それは二極運、バイポラックを持つ人のこと。簡単に言うと白黒はっきりした運を持ってるってことかな。原則的には各平行宇宙に一人ずつしか存在しないんだ。ちなみにもしゲートキーパーが死んじゃうと、その瞬間から最も早く最も近くに生まれる人に役割はバトンタッチされる。だからそれが双子だったりするとゲートキーパーが2人になっちゃうんだよ。アブソリュート、それは時空史クロノトンで満たされる特殊宇宙のこと。クロノトンは常に高速で自転している粒子で、磁石のような2つの極性を持っているんだ。でこの極を揃えて並べてあげると、なんと時空波っていう波動が発生してアブソリュートから平行宇宙、あるいはその逆に流れ出しちゃう。そしてこれに便乗することが時空移動、つまりクロノシフトってこと。ちなみにアブソリュート内でクロノドライブするとドライブアウトポイントが狂うよね。これはクロノトンの自転がドライブフィールドをかき乱すからなんだよ。クロノゲート、それはクロノトンの回転を止め固定する装置のこと。でもクロノトンの極方向までは制御できないんだ。だからゲートキーパー以外がゲートを起動しても時空波は発生しない。つまり何も起こらないってこと。ちなみに一人のゲートキーパーは一つのゲートしか制御できない。二つのゲートを同時に開くには二人のゲートキーパーが必要になるんだよ。定期開放、それはアブソリュート側から定期的にゲートを開くこと。なぜならアブソリュートと平行宇宙の間ではどんな通信手段も通用しないからなんだ。だから定期的にゲートを開放して情報を交換し合ってるというわけ。ちなみに平行宇宙と平行宇宙の間で通信するにはそれぞれのゲートを同時に開かないとダメ。それにクロノトンが波動伝達を阻害するから強力な出力か中継機が必要になるんだよ。平行宇宙、それはアブソリュートから見て時空的位相が異なる別宇宙のこと。その数は168、ゲートの数も168、セントラルグローブに突き立つトゲ状の突堤の数も168。実は
トゲの先にゲートがあるんだ。ちなみに約600年前にバルファスクが起こしたクロノクエイクだけど、これを乗り越えて文明を保てたのはエデン、ノイエ、フォス、ルイン、アルテ、スキアだけ。残りの宇宙は滅亡しちゃったんだよ。宇宙の名前の意味、それはエデンは楽園、ノイエは真、フォスは光、ルインは廃墟、アルテは子、スキアは影のこと。はるか昔にアブソリュート人によって決められたんだ。ちなみに気がついたと思うけど、一応エデンとルイン、つまり楽園と廃墟、ノイエとアルテ、つまり真と子、フォスとスキア、つまり光と影、それぞれタイ語になってるんだよ。はい、こんなところかな。難しかった？本当は他のゲートキーパーのみんなと一緒に説明したかったんだけど、ミルフィーユさんは縮小再建されたセントラルグローブで仕事中、ハモンさん、ロンドさん、リベラさん、クラムさんはノア様のところで精密検査中なんだ。そう、精密検査。ノア様にいろいろ触られたり命令されたりするはず。いいなあ。ちょっと暴走じゃなかった、妄想しちゃった。